こんにちは、スパオです。今回は2月に買うべきコストコの新商品を中心にご紹介します。前回はちょっと冒険しちゃった感もありましたが、今回の12品はどれもこれもおすすめしたい商品ばかりです。簡単なアレンジメニューもご紹介するのでご参考まで。お買い物の参考になれば幸いです。ではどうぞ。はい、まず1品目がレモンティーカップケーキ。爽やかなレモンの風味とアールグレーの香りが合わさったこの時期らしい春を感じる新商品のカップケーキ。重さを測ったら1個がだいたい 160g。 野暮ですが一応カロリーを計算すると1個あたり約650キロカロリー。パティが倍のダブルチーズバーガーと同じくらいのカロリーです。やばし。上にはメレンゲっぽいふわふわクリーム、その中にレモンピールが入っています。レモンの風味早速感じます。真ん中には少しジャムっぽさもある甘いジュレに包まれたレモンピールが乗っていて甘酸っぱくて良き。ケーキ生地には粉砕されたアールグレーの茶葉がこれでもかと入っていて、食感もしっとりめで風味いいです。アールグレーはベルガモットという柑橘系のフルーツで香りをつけているので、レモンとの相性は言わずもがな。上のクリームと一緒に食べるとより柑橘っぽさが助長されて美味しいです。コーヒーもいいですがストレートの紅茶の方が合いますね。もちろんアールグレーで迎えに行くのもおすすめです。1個食べ終わった瞬間にこのケーキ怖っって思っちゃいました。1個ペロッといけちゃうんですよ。この軽さでこのカロリーは危険すぎます。ご注意を。エビチリカーパオ。ボリューミーなエビチリをふわふわのパオ、中華風のパンのようなナンのような生地で挟んだめちゃめちゃボリューミーな春の新商品。一つのパオにでっかいエビチリが3つも入っていて、これ一つでお腹いっぱいになるボリューム。エビチリソースが地味に美味しくて、トマトやネギ、ニンニク、生姜に豆板醤でコクと辛み、甘みを出していて、このソースがついたパオだけでもすっげーうまい。パオはふわふわでもっちもち。レンチンしたので後半硬くなるかなって思いましたが、すっごいもっちもち。私この手の生地大好きなのでこれは嬉しいです。小腹が空いた時のおやつにはバチバチに合いますし、カットしたら大勢集まる時のパーティーフードとしても活躍しそうです。これおすすめです。グリルペッパーチキンサンドイッチ、マヨ&マスタード付き。人気商品ハイローラーの隣で販売されているのが、年明け頃から見かけるようになった自家製のクロワッサンを使ったサンドイッチ。1月くらいから見かけるこの春の新商品です。これコストコユーザー界隈では結構話題になっている商品なんですが、心なしか売り場に出ている数が極めて少ないんですよ。なので見つけたら即買いしてほしいです。クロワッサンサンドってテンション上がりますよね。チキンと野菜をでっかいクロワッサンでサンドしています。クロワッサン生地はさすがにバリバリとはいきませんが、しっとりながらにバターの風味香るいい味。チキンはパストラミビーフのようにペッパーの風味が強くしっかり味付けされています。胸肉ではあるんですがめちゃんこしっとり。その下には甘酸っぱいキャロットラペ、さらにその下にはトマトとレタスが入っていて、野菜もしっかり取れるのはなんだか嬉しい。これだけでも十分美味しいんですが、添付のマヨソースがこれまたいい味。マスタードの辛みはほとんどないようなもので、マヨのコクとマスタードの酸味で食欲にターボがかかります。結論、これめちゃくちゃうまいです。クロワッサンって意外とカロリー高いんですけど、心なしかハイローラーよりヘルシーな気がするのは気のせいでしょうか。朝ごはんにこれ出てきたら最高の朝になりますね。コーヒーやフルーツジュースと合わせたいです。丸ごとチキンのポトフキット。こちらも春の新商品。鍋に入れて煮込むだけの
骨付き鶏を丸ごと味わえるポトフキットです。もう先に言っちゃいますが、ご家庭にでかい鍋がない方は買わない方がいいです。後で痛い目に遭います。でっかいケースの中には、カブに人参、玉ねぎ、セロリといった野菜に、ベイリーブスやパセリ、タイムなどのハーブとチキンベースのスープ、そして中央に丸鶏がボーンと入っています。鶏肉とスープを取り出すために、まずは野菜を出していくんですが、野菜の量が多いんですよ。早くも鍋に入らない予感がします。下の方にスープと丸鶏が潜んでいるので、まずスープを開けて、そこに丸鶏と野菜、ハーブを入れていきます。直径24センチの鍋でギリギリでした。スープも全量入れましたが、溢れに溢れたので途中で少し取り出してます。なので皆様はどうかこれより大きい鍋でゆとりを持った上でご購入ください。鶏肉が温まって野菜に火が通ったら完成なんですが、幸い鶏肉はすでに加熱処理されているっぽいので、この辺はありがたいです。鶏肉ほぐしていくと身離れがとってもいいです。肝心の味ですが、めちゃめちゃうまいです。火にかけている時から香っていたんですが、タイムがすっごいいい仕事してくれています。鶏料理の臭み消しによく使われるタイムですが、臭み消しにとどまらず、独特の清涼感のある香りがスープにプラスされて、鶏の旨味をいい具合にサポートしてくれています。濃厚っちゃ濃厚ですが、セロリやハーブのおかげで後味意外とさっぱり。人参やカブも箸休めにちょうどいいです。調理するひと手間はありますが、大きい鍋さえあればストレスなく作れます。ただそこまでして作る価値絶対にあります。これはビビりました。特賞商事のアメリカンクラシックポテトサラダ。冷蔵品売り場の目立たないところに陳列されていますが、これも最近の新商品。パッケージにもあるようにアメリカンスタイルのポテトサラダがたっぷり入っています。中は4袋に小分けになっているので、総重量1キロ超えとはいえど、一気に食べる心配がないのはありがたい限り。サラダ自体固めというより少し緩めの食感。それもじゃがいもがマッシュされておらず、ダイスカットの状態で入っているせいもありそうです。そしてこのじゃがいもも少しハードめな食感です。セロリのシャキシャキ感も加わって、味自体は全体的にさっぱりめ。素材がゴロッとしているので食感で楽しめるポテサラですね。今回はトマトと一緒にシンプルにサンドイッチに。緩めとは言いましたが、パンに挟んでも流れ出てくることはなかったのはグッド。個人的おすすめアレンジがカリカリベーコンを入れること。面倒ならハムやベーコンそのままでもいいですが、カリカリベーコンの食感とコクが加わることでワンランク上の味に仕上がります。マッシュされたクリーミーなポテサラがお好きな方にはおすすめしませんが、ゴロッと感好きであれば一度検討することをおすすめします。ミニオールアメリカンケーキ。厳密には新商品ではなく去年も出ていたものなんですが、心なしかクリームの色が若干濃くなった気もするこの時期だけの季節限定品。一応カロリーをお伝えしておくと、1個の重さが約 180g だったので、単純計算660キロカロリー。さっきのカップケーキとほぼ同じレベルで、カップヌードル2個弱分です。わーお。生地からいきますが、ココアベースで空気が入ったエアリーな食感。良くも悪くもホームメイドな感じを感じますね。ちょっと風味抜けている印象も感じます。で、上のクリームが結構固め。硬いというか、もっちりねっとり。ただ、このクリームのチョコレートの風味、そこそこいいです。このままでもいいですが、トーストするのも美味。生地はサクッと、上のチョコレートクリームがダーッと溶けて、天面全体にかかるので、どこを食べてもとろっと溶けたチョコレートを味わえます。生地の若干チープな感じも緩和されるので、私、トーストした方が好きな味でした。朝ごはんに1個食べたら
昼過ぎまでお腹空かなそうなボリューム感でした。約1ヶ月ほどの販売期間みたいな噂も聞くので、気になる方はどうぞお早めに。5色のサーモン塩辛塩麹漬け。発売以来 SNS を中心に地味に話題になっているこのサーモン塩辛。お正月シーズンにはきっといっぱい売れたでしょうが、無性に塩辛でご飯食べたくなってカゴに入れました。サーモン、イクラ、それでもって塩辛？もうね、うまいに決まってるじゃないですか。何も言わなくても伝わる気もしますが、一応説明しますね。しっかり脂が乗ったカットがでかいサーモンハラスがたっぷり。久々に食べる前にゴクリって喉鳴りました。マジで。サーモンすくってみると塩麹とイクラがくっついてきてくれます。贅沢に一緒にいただくと、もうね、うんまの感想しか出てこないです。超うまいこれ。塩辛特有のお酒の香りとこの発酵した感じ、スプーン1杯で日本酒1升瓶開くんじゃないですか。それくらいうまみのパンチがすごいです。まずサーモン厚切りです。カットが小さいものでも厚みのボリュームがあるので、すっごい食べ応えあるんです。コクとフレッシュなサーモンの食感だけでもううまいです。イクラは予想以上にプリッとした食感が残っているのがすごい。イカやカツオの塩辛がポピュラーではありますが、このサーモンの塩辛もマジうまいですよ。何も家にないとき、ご飯とこれさえあれば勝ち組です。ザ・ベターテーブルのホワイトスモークサラダチキン。コストコ大人気の鶏肉桜鶏をサラダチキンにして、さらにスモークかけちゃった隠れ名品。いや、隠れていないかもですが、これは買っておいて損はないです。これね、一口食べて感動しますよ。ただのサラダチキンの食感でも胸肉の食感でもないです。軽く弾力を感じるようなプリンとした食感で、サラダチキンにありがちなパサつきが皆無。めちゃんこ上質な鶏ハムをいただいた時の感覚になります。またスモークの程度が絶妙中の絶妙で、塩気とほんのり感じる甘みとコクもパーフェクト。そのままでも美味しいですが、おすすめの組み合わせを紹介すると、スイートチリがめちゃくちゃ合います。まあスイートチリなんて大概かければ何でも美味しくなるんですが、このブリンとした弾力のスモークの効いたチキンにチリの甘辛な味が複雑に絡み合ってくれるんです。こんな感じでパクチーとご飯と一緒に盛ったら、シンガポール風チキンライススモーキーバージョンみたいな感じで、超簡単レシピで新しい美味しさに出会えます。正直これは甘く見てました。我が家のリピ買いは確定です。ボッカのミックスフルーツラッシー。コストコでボッカといえばビニールに入った丸いプリンが人気ですが、いろいろな人が紹介していますし、個人的にも成城石井の時に散々食べてきたので、今回はじゃない方のボッカとしてこちらのラッシーを紹介というか激推しします。ボッカは北海道の乳製品メーカーで、やることなすこと全部美味しい、私も大好きなメーカーさん。ラッシーは皆様ご存知、インドの乳飲料で、いろいろレシピはあるんですが、手っ取り早いのはヨーグルトと牛乳を混ぜたものといっても、ほぼ飲むヨーグルトみたいな感じです。で、このボッカのラッシーは一言で言えば世界一美味しい飲むフルーツヨーグルト。もうこの認識で OK です。ボッカ自慢の北海道の新鮮な生乳をベースにしていて、フレッシュなミルクの感じとコクでもうノックアウト。そこにバナナと桃と温州みかん、オレンジにパインと豪華に5種類のフルーツを加えていて、まさにミックスジュースそのまんま。結構濃厚なので、ちょっと濃いなって方は牛乳で割ってもいいんですが、氷一つ入れるだけでさらっと飲めて印象も変わるので、ぜひともお試しを。コストコで唯一量少なくないって思った一品です。
若賞のチアシード入りこんにゃくゼリー。日本の健康食であるこんにゃくと世界の健康食スーパーフードのチアシードが合わさった夢のコラボの商品です。チアシードは少し前にブームになった黒と白の小さいつぶつぶの植物の種で、水分を吸ってプルプルになるのが特徴です。効果効能的にはこのプルプル成分の元でもある食物繊維のグルコマンナン、その他血流を良くする効果があるとされているアルファリノレン酸をはじめ、カリウム、鉄、カルシウム、タンパク質も豊富、そして抗酸化作用も期待できるまさにスーパーフード。早速開けてみますが、チアシードの量結構すごい。でこれ食べてみると分かるんですが、なんかもうすごい食感。チアシードのせいなのか、私が知っているこんにゃくゼリーより明らかに弾力がすごくって、そのブルンブルンのゼリーとプチプチが忙しいチアシードの組み合わせ、なんかもう口の中すんごい忙しいです。コストコで販売しているのは4種類のフレーバーで、ぶどうに桃に瀬戸内レモン、りんごの爽やか4種類。どれもいい味ですが、私はレモンがさっぱりとしていて好きでした。冷やすだけでも美味しいんですが、凍らせても美味。よりもっちりねっとり度が増して、そこに相変わらずのチアシード。少しカオスな口の中です。でも美味しい。暖かくなってきたらお弁当の日持ちも気になりますが、保冷剤代わりに凍らせて持っていったりすればいろいろと重宝します。食べた後の体にいいことした感はコストコアイテムの中でも随一でしょう。井村屋のカステラ。みんな大好きカステラ。これの抹茶味や久世福のプレミアムカステラなど、心なしかカステラの種類が最近豊富なコストコにおいて、コスパで優れているのがこの井村屋のカステラでしょう。中には袋に入ったカステラが3袋入っています。袋を開けるとこんな感じ。プラスチックケースの中に5切れにカットされたカステラが入っています。ちなみにこのケース、食べきれない時の保存にかなり重宝するんです。ふわふわめの食感です。シンプルうまい。卵感は控えめですが、これぞカステラの味はしっかりあります。底の方にはザラメもないので、味自体はシンプルなカステラ。これ以上でも以下でもない、みんな大好きな味です。専門店なんかで買おうとすると5切れでだいたい700円近くするので、同じ量買おうとなると単純計算2000円ちょい。専門店レベルじゃないにしても15切れ分でこの1200円、結構お買い得です。コーヒー、紅茶、緑茶、もちろん牛乳まで好きなお飲み物でどうぞ。はい、今回最後にご紹介するのが MJB のドリップコーヒーバラエティパック。1881年サンフランシスコで創業した MJB。 今では北米と日本を中心に美味しいコーヒーを世に送り出しています。コストコではデイリーブリューっていうまさにデイリーユースにぴったりなコーヒーも販売されてはいるんですが、個人的にはちょっと無難すぎて面白くない。より個性のあるコーヒーでおすすめしたいのがこちらのバラエティパックです。今回は4種類が入っています。1つ目のコロンビアスプレモウィラは、この中で一番極端な風味がない万人受けするフレーバー。フルーティーで甘い香りとコクが特徴とあるように、一番苦味が控えめな分甘さが際立っていますね。マンデリンリントンは先ほどのコロンビアにはない確かな苦味と確かなコクが特徴的です。濃厚さが際立っていて、ショートケーキなんかに合いそうです。チョコのようなフレーバーとあるブラジルショコラ、カカオのパーセントが高めのビターチョコのようなほろ苦さと甘さを感じます。そして最後のエチオピアイルガチェフは一番飲み口が柔らかく、飲み比べてみるとこの口当たりは一目瞭然。かすかな酸味が心地よく、モカ特有の甘い花のような香りも楽しめます。私はこれが一番好きでした。口当たりで恋に落ちましたね。予想以上に味の振れ幅が大きいので、これは飲んでいて楽しいです。飲み比べてみると各々の良さや特徴が際立つので、
買ってみたらぜひトライしてみてください。はい、いかがでしたでしょうか。だんだん春らしさも感じる中で、徐々に食べたいって思うものも変わってきているんじゃないでしょうか。今回の中ではクロワッサンのサンドイッチを推したいですね。ボリュームも味もピカイチで、さっきも言ったんですが、陳列されている数が少ないので、あったらラッキー的な宝探し感もあるんですよね。サンドイッチって心なしか春のピクニックを勝手に連想しちゃうので、きっとこれからの時期食べたくなります。早めにチェックして早めに食べておきましょうね。お買い物の参考になれば幸いです。このようにこのチャンネルでは、成城石井元店長の私がおすすめする成城石井やカルディ、無印良品のおすすめ品や食べ合わせ、たまに全国のスーパーで買えるおすすめの商品や百貨店グルメなど、食にまつわるあらゆる情報を発信しています。少しでも参考になったよという方は、いいねやコメント、チャンネル登録をいただけると嬉しいです。また、インスタグラムや Yahoo エキスパートでも日々情報を発信しているので、どちらも遊びに来てください。今回こちらで終わります。ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。